こんにちは、ペンタロウです。ペンタロウの買ってみたシリーズ、今回はホンダ XADV を買ってみたのでレビューします。はい、では XADV 走っていきます。今スタンダードモードで走ってるんですけれども、これにはですね、スタンダード、スポーツ、グラベルなどデフォルトの設定がありまして、スタンダードモードで走ると市街地とかですね、こういうところはすごくちょうどいい感じにセッティングされているので、シフトダウンアップのタイミングすごく自然に動いてくれます。なのでおよそ通常はスタンダードモードで走るのが楽なんじゃないかなと思うんですけれども、 750cc で低回転トルクに振ったエンジンなので、スタンダードモードでもですね、加速力は十分あるので、ストップ&ゴーからの発射とかですね、かなりスムーズに走れるんじゃないかなと思います。これをスポーツモードに上げると、これはこれでなかなかアグレッシブになるので、すごい走行が楽しいんですけど、シフトアップはあまりしてくれなくなるので、そこがですね、人によっては走りづらいなと感じるかもしれないんですけど、スポーツモードを市街地で使うと加速力あって楽しいんですけれども、およそですね3速固定みたいな感じになります。今50キロとか出てても3速から上げようとしないので、たまにもうちょっと上げると4速までは行くかなくらいがおよそ市街地の下道ですね。なので楽しい分燃費はちょっと悪くなるかなというふうに思います。通常このバイク燃費はすごく良くて、ペンタロ普通に走るとリッター30くらいは割と余裕で走ってるんですけど、高速メインだと35とか行きますねという風なレベルなんですけれども、スポーツモードで行くとおそらくかなり低いギアでずっと走り続けると思うので、燃費結構悪くなりそうかなとは思います。ちょっとスポーツモードでずっと300キロ走り続けるとかいうことをやってないので、どこまで燃費が落ちるかまでの正確なところは分かんないんですけれども、でも楽しいので、たまにこうスポーツモードで走ってみるのもいいんじゃないかなと思います。ちょっと戻しときましょうか。普通のスタンダードで、このバイク見た目の通りスクーターの乗車ポジションになってまして、 PCX とかですね、そういったものと同じようなちょっとまたがる感じのスクータータイプになっています。足がですね結構前に出せる余裕があって、足を前の方に投げ出すようなポジションでも乗れるようになってまして、意外にですねこうするとそこそこ前に足を踏ん張れる関係でアグレッシブに走ることができます。普通にスクーターのように下の方に椅子に座る感じでですね、もちろん座っても大丈夫なんですけど、ペンタロー割とこの前に足を出すポジションで走ることが多いです。ただ下にエンジンがあるので、ふくらはぎで挟むような感じでですね走って車体の一体感は出るんですけれども、その分車体と接触するので、夏はエンジンが近い関係でやや暑いんですよね、そのふくらはぎのところがというところがあるので、そこは致しかゆしかなとは思います。こんな旋回する時も前に足を出して足を踏ん張っていくとすごく心地よく回れると思いますという、とても楽しい XADV なんですけれども、後続はとても楽ですね。加速もすごいしやすいので合流も非常に楽です。スポーツモード心地いいんですけど、スポーツモードにしてるとシフトアップしてくれなくて高速走りづらいので、高速は基本スタンダードモードが普通に走りやすいです。スタンダードモードでも十分に加速力あるので、通常はこれ固定で問題ないですね。スクリーン一番上にしてるとそれなりに風をカットしてくれるので、およそ一番上固定がいいかなと思います。多少頭の上に風は当たってくるので、多少風切り音は残るかなっていうところですね。長距離ツーリングなんかも難なくいけるバイクだと思います。こういう風に割と減速をしたいときは手動介入してシフトダウンしていくとエンブレよく効くのでだいぶ楽です。これくらいのスピードで減速したいとき以外はまず手動介入しなくても大丈夫ですね。 DCT のこの減速の時のシフトダウンはだいぶこのスタンダードモードだとちょうどいいので、スポーツモードでもそこそこ普通にちょうどよく落としてくれるんですけど、あんまり手動で介入しなくても普通に欲しいエンブレが来てくれるっていう風な、それくらいのバランスになってますね。なのですごく全体的に乗りやすいです。身長がある程度あってスクーターに慣れていればかなり乗りやすいと感じるバイクなんじゃないかなと思います。初見からスムーズに運転できそうですね。ハンドル幅結構広いので、乗ってるとアフリカツインカーみたいな気分になる、それぐらいの横の広さなんですけど、なので小柄な人にはちょっと広いかなって感じるかもしれないんですが、おかげさまでですねミラーがすごく見やすくて、真後ろもよく見えますし、横の車線もよく見えて、すごい高性能ミラーというか広範囲に見えるミラーになってます。これくらいよく見えるミラーっていうと川崎の Z900RS の前のモデルとかですね、あれもハンドル幅がだいぶ広いのですごく見やすいんですけど、他にもアフリカツインとかハンドル幅広いものはすごくミラーが見やすくてかなり安全運転しやすいですね。足つきは悪めですね。スクーターあるあるというか、
車体シートがですね横に広いので、どうしても足を下に下ろす時にだいぶ横に広がったような形になるので、普通のまっすぐ足を下ろせるバイクに比べると結構足つきが悪くなります。実際これはですね 780mm というシート高なんですけども、その数値からするとかなり余裕がありそうな感じがするんですが、実際とても780のバイクとは思えないくらいの地面の遠さになっています。個人的な感覚ですと、ペンタロは875mm のヤマハテネレ700というビッグオフローダーにも乗ってますけれども、それと同じような地面の遠さといいますか、さすがにそこまでではないんですけれども、似たような両足つま先っていう風な形ですね。ペンタロは175センチ、またして82センチなんですけれども、このバイクだと主に停車する時とかですね、両足を地面につく乗り方になってるんですけど、そうすると両足かかとつかないので、およそつま先でピッと立つっていう風な、そんな乗り方になります。そこは好みだと思うんですけど、ただですね、足つき悪いといっても重心が結構低くてすごくバランスが取りやすいので、あまりふらついたりすることないので、つま先をちょっとつくバレリーナみたいな感じでも割といけるんじゃないかなっていう、そういうバランスのバイクですね。前の方に乗った方が足つきが良いので、人によってですね体型に合わせて着座位置を変えていけばある程度順応できるんじゃないかなという風な感じはあります。直進安定性もいいので、こういう幹線道路とかですね、こういったところも走りやすいですね。あとは暑さですね。走ってるとあまりバイクの熱が上がってはこないのでそんなに暑くないんですけれども、止まるときですね、足を横に下ろすんですけど、そうするとシートの割と下のところにエンジンがあるので結構これ暑いんですよね。なので止まると暑いバイクっていう、走ると涼しいっていう感じですね。なのであんまりそのストップ&ゴーが多い市街地とか真夏に全力で使おうとすると結構足が熱くて辛いっていう、そういう風に感じるかもしれません。ペンタローはそんな風に思うので、真夏はですね遠出とかあまり止まらないような走り方、そういう時にはすごく出番が増えそうな感じです。暑さつながりで言うとスクリーン、これ結構大きいスクリーンがついているので風はカットしてくれるんですけど、一番上にするとヘルメットの上の方まで風をカットしてくれますね。という風カット性能なので、夏はむしろ一番上まで上げてると風が少なくて暑いかもしれないです。冬場はちょうどいいんじゃないかなというところですね。あとはですね、スクリーンが上げ下げすると風切り音が変わるんですけど、今これ片手で操作できるのでちょっと下ろしてみましょうか。これが一番下のポジションですね。この状態で走ると結構風切り音が増えると思います。今スクリーン一番下に下げた状態ですけど、そうすると風切り音がこんな感じです。結構上と下でだいぶ風の当たり方が違うのでかなりうるさく聞こえるんじゃないかなと思うんですけれども、ペンタロも自分で喋っていてこの風切り音の音で自分の声がやや聞こえづらいくらいなので、ということでこの辺のスクリーンの上下はうまく使い分けするといいかなというところですね。今ヘルメット内のマイクで撮ってますけど、音、これはショボエのネオテックシリーズですね。システムヘルメットです。なのでフルフェイスよりもやや風切り音大きめなんですけど、というものなんで風切り音が大きいヘルメットを使ってる人はややこのスクリーンの位置とかですね気をつけた方がいいかなとは思います。一番上にしても風はいくらか当たるので、ネイキッドの何もないよりも風切り音が増えるかなというところですね。上げてみましょうか。上げる時の方が力が必要でガガガッと、これで一番上ですね。一応片手でできますけれども、やや力の弱い女性とかはもしかしたら難しいかもしれないです。この上げる方が、下げる方は簡単なんですけど、やっぱり足を下に下ろすと暑いですね。今日差しが結構左からすごく来てて、直射日光で足を温められつつかつエンジンの熱を感じるので、できれば止まりたくないっていう、そんな気分になります。今日は気温35度ぐらいだと思うんですけれども、なぜかメーターの温度計は25度になってますが、結構暑くてですね、ペンタローは今保冷剤を4つほど巻いて走ってますけど、足にも2つ入れて計6個の保冷剤とともに走っております。車体自体が走ってると暑くないので、そこそこ快適に走れてるかなっていうところなんですけれども、やっぱりそのスクリーンを今一番上に上げてるんですけれども、そうすると風が体とかに来ないので、こうするとややその暑さが大きくなりますね。夏場は下げたいところなんですけど、スクリーンを、そうするとちょっとヘルメットの風切り音が増えるので何かなっていうところでですね、ちょっとどうするのがいいのかが難しいところではあります。夏場は正直スクリーン取り外しちゃいたいくらいの気分ですね。そうするとネイキッドのように特に風切り音増えないので、風をきれいにカットしてくれるがゆえの悩みといえば悩みなんですけれども、全体的には通常快適に走れて、かつ燃費も良くて、そしてアグレッシブにも走れて、
そして一応設定としてはオフロードもいけるぞっていうものなんで、すごい万能選手ですね。シート下の積載もそれなりに広いので、これだけで結構近場の買い物から遠出まで何でもできちゃうかなっていう風な、そんな仕様ですね。ということで、後ほどまた細かいスペック、積載その他もろもろ、実用性とかですね、そういったものについてまたまとめていきたいと思います。ではポジションなどのポイントを整理していきます。全体的な乗車姿勢なんですけれども、着座位置は前の方から後ろの方まである程度自由が利きますね。後ろに座るとリアシートとの段差が小さい背もたれのようになって尾てい骨あたりをうまく支えてくれるので、ちょっと楽に運転できます。ただ後ろに座るほど足つきが悪くなるので、高速道路など連続走行の時に座る位置をずらしたりとか、うまく工夫すると良いかもしれません。走行中は前に伸ばして踏ん張る形にしてシートの後ろの方に押し付けるようにすると、旋回などもかなり姿勢が安定してコントロールしやすくなります。ふくらはぎで車体を挟む感じにすると、より車体と一体感が出て爽快に走れますね。シート高はスペック上は 790mm という設定になってるんですけれども、走行中もお話ししたようにスクーターあるあるでシート高に対して地面が遠いです。ただ重心が低く安定しているのでバランスは取りやすいですね。普通のスクーターと同じくリアブレーキも左手なので、ペンタローは両手でブレーキ操作しつつ、おおむね同時に左右の足をついて止まるんですけれども、その際の着地は両足つま先くらいですね。ペンタローは座る位置が最前部ではなくて真ん中くらいかなと思いますが、このバイクはおそらく皆さん両足つま先が接地する範囲で後ろ目に着座するという乗り方になるんじゃないかなと思います。 XADV は車体が大きいこともあって、走行中に足を置く位置は PCX などと同類のまたがる系スクーターと同じように椅子に座るように下に置くか、または前に出すか、そこそこ自由に移動ができて、さらにオプションでライダーステップというのもあります。こちらを使うと真下に足を下ろせるようになります。一応オフロードをスタンディングで走れるぞという装備で、お値段ちょっとお高め 67,639 円です。次に積載なんですけれども、シート下の積載量は22リットルということになっています。深さが結構あるので使いやすくて、ヘルメットも入ります。ボタン一つで開けられるのでとても楽ですね。ダンパーで止まるので出し入れに不自由はないんですけれども、閉めるときちょっと力が必要になってます。前の方に ETC 車載機がついてます。荷物が多くてヘルメットを入れるスペースがない場合はヘルメットホルダーフックというものもありまして、工具入れにあるワイヤーを使ってこちらで外に引っ掛けるということもできます。シート下スペースはエンジンが近くにある関係で前の方が結構熱くなりますね。ペンタローは夏場保冷剤をクーラーバッグに入れて詰め込むんですが、直接接していると熱が来るので断熱用のシートとかプチプチで直接の熱伝導を少し減らしています。これだけでも結構違う感じがあります。中の空気は温度が高いので生物とかクーラーバッグに入れないとまずいですが、普通のトップケースなどと同じような運用の仕方になりますね。積載量が22リットルで足りない場合は純正トップボックス50リットルスマートキーシステムタイプというものがあります。こちらは積載量が6キロ、お値段58,578円です。合わせてリッドオープナー18,755円とリアキャリア56,023円というものが必要になるので、合計13万円くらい必要になります。さらにもともと大きめ車体がより巨大化するのでスペースも必要になります。巨大化してくるとだんだん軽自動車の方が良くないかという気分になってくるので、個人的にはつけるにしても小さい箱くらいに留めたくなってきます。燃費と航続距離ですが、燃費リッター 27.1 キロ、タンク容量13リットル、航続距離は 352.3 キロと普通くらいになっています。燃費はミドルの中では 1,2 を争う好成績で、燃料もレギュラーなのでお財布に優しいバイクです。ペンタロー実測では走行中もお話ししましたが、メーターの燃費計でおよそ平均リッター30キロくらい、高速が多めだと35くらいも普通です。おおむね 250cc レベルといっても過言ではないスコアで、400cc 全般より燃費が良いのはほぼ間違いなさそうです。あくまでペンタローの乗り方の場合なので、ある程度前後するとは思います。これでもコストが辛いという人は ADV160 を選べば 42.5 キロになります。 XADV の航続距離は悪くない方ですが、キャラクターからするともうちょっと長いイメージが持たれそうで、なんとなく500キロくらい走りそうな見た目のイメージのせいでしょうか。実際はその辺の一般的なバイク程度かそれ以上の距離を走ってくれます。高速道路走行性能は直進安定性、加速力、振動、風のカットとも一通り快適で十分です。ハンドルの振動はほとんどないので長時間でも手がしびれることはないと思います。
速度固定のクルーズコントロールもあって、空いている高速ならクルコンで走ればだいぶ楽です。スロットルが軽めではないので、長時間は積極的にクルコンを使っています。スクリーンは5段階調整できて、一番上にするとそこそこ風をカットしてくれるので、およそこれで十分と感じると思います。ただしゴールドウィングのように無風にはならないので、より高みを目指す場合はゴールドウィングを買ってください。幸せ度が段違いです。スクリーンは一番下にしても口元くらいまで風をカットするので、夏場など下げた状態でも高速道路を走れると思います。走行しながら比較した通り、一番下でもヘルメットの風切り音はネイキッドより増えることになるので、風切り音が大きいヘルメットの場合は注意した方が良いかなと思います。風切り音が気になる場合は耳栓をするか、ヘルメットを買い替えるか、むしろバイクをネイキッドに買い替えるか、やはりゴールドウィングに乗るか、どれかで頑張ってください。シート下標準装備の ETC は 2.0 で、カードの状態はメーターに表示されます。XADV は海外で2027年モデルがすでに発表されています。ウォームグレー、グレー、黒、赤の4色になっているようで、ウォームグレーはマットウォームアッシュメタリックという名前で薄い茶色のような色です。普通のグレーがパールディープマットグレー、スクーターに割とありがちなグレーですね。黒はマットバリスティックブラックメタリック、ボディの差し色にゴールドが使われていて、フロントフォークもゴールドになっています。赤はグランプリレッドで差し色シルバーです。日本の2026年モデルはグレー、黒、白の3色だったので、2027年も同じくこのうち3色になりそうですが、普通のグレーと赤はラインナップされそうですね。2026年モデルはすでにメーカーへの注文が終了していて、バックオーダー在庫もなくキャンセル待ちもほぼ出ないので、今買おうとすると2027年モデルが現実的です。日本の発表は年末か年明けくらいで、5月の連休くらいには注文が終了しているくらいの、それくらいの心づもりで臨むと良さそうです。本田さん、最近既存車の値上げがえげつないのもたびたびありますが、 XADV は値上げがないといいですね。 XADV についてもまたたびたび取り上げていくので、よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイプお願いします。ペンタロー LINE スタンプもあります。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。